こんにちは、山登りです。今日は泊まれる古本屋さんに最高の休日を過ごしに行きます。2時間半くらい電車に乗っていたんですけど、外の景色を見るのが楽しすぎて、ドーパミン中毒の私ですらスマホをほとんど開きませんでした。東京だと満員電車すぎて本を読む気も失せるんですけど、こういう電車なら読書もはかどりますね。駅に着いたら友達と合流です。ありがとう。ちょっと今 YouTube を撮ってる。ちょっとちゃんとすれば全然。友達のシルバーアクセサリー作家のまみちゃんの車に乗せてもらって向かうんですけど、私一応免許を持っているんですが、交通社会不適合者なので、毎回運転が得意な友達たちに乗せてもらってます。山の中にあるので、バスで来るにも 1,2 時間に1本みたいな、なかなかな秘境にあるんですけど、7年前に初めて来た時に一目惚れして、そこからずっと一人で来たり、友達を連れてきたりしていますね。いや、連れてきてもらっているのは私の方なのかもしれません。そんなこんなで泊まれる古本屋庭文庫に到着です。古民家一棟分が丸々本屋さんになっていて、お部屋のあちこちに本があるんですね。自分の好きな本を見つけたら、畳の上とかソファーの上とか、お家の中の好きなところを選んで本を読んだり、ゴロゴロするこの時間が本当に心が休まるというか、仕事で疲れちゃったり、いろんなことがうまくいかなくなっても、なんかここに来たら大丈夫かもって思えるような、そんな場所ですね。そして今日泊まるお部屋はこちらです。縁側付きの広い和室で、夜はこの本屋さんを貸し切りにできちゃいます。楽しみ。ご飯を食べるよ。合ってる合ってる。夜ご飯は秘密の路地を抜けた先にある伝説のお店に行きます。おばあちゃんたちがやっているんですけど、もうね、メニューは多分合ってないような感じで、とにかくお惣菜がたくさんカウンターにバーって並んでるので、みんなこれは何ですかとか言って、隣の人が食べてるのとか見て、これが食べたいですとか言って注文して、そうするとおばあちゃんが作ってくれるっていうスタイルのお店なんですけど、料理も本当に変わってて、これとか桃の天ぷらなんですけど、初めて食べたしめちゃくちゃ美味しかった。締めにじゃことみょうがの卵かけご飯みたいなのを頼んだんですけど、もう本当にこれだけでもいいから食べてほしい。私もだって今食べたいもん。大満足の夜ご飯から帰ってきたら、お待ちかねの夜の本屋さん貸し切りタイムです。好きなレコードを選んでかけてから、この大量の本に囲まれながら眠くなるまで読書をします。虫の鳴き声以外の音が全然聞こえないので、本当に静かで、ちょっと静かすぎて最初怖いんですけど、慣れてくるとだんだんリラックスできます。次の日は朝ごはん作りから始まります。私食べるのは大好きなんですけど、本当に料理ができないんですね。この切り方とか家庭科の通知表2ですね。ほらん絶対熱いよね。素敵な切り方したね。そう、斜めにしていった。ギリギリ怪我もなく朝ごはんを作り終えたら、縁側で食べていきます。美しい山と川を前に小鳥のさえずりを聞きながら美味しい朝ごはんを食べるなんて、こんなに幸せなことがあったら罰が当たりそうだなって心配になっちゃうくらいですね。もう本当に私は庭文庫で食べる朝ごはんが世界で一番幸せな朝ごはんだと思います。すごく今やんごとない人々みたいな顔だった。まみちゃんのピアス映そう。星のピアス新作です、皆さん。勝手に新作にしてる。まったり
りしすぎて忘れそうになってたんですけど、今回ニア文庫に私のイラストエッセイを置いていただけることになったので、届けてきました。一応前にサインも一応作ったので、何冊かサイン本も作らせていただきました。めちゃくちゃ嬉しいけど、こういうのってなんだか照れますね。あとはニア文庫で展示中の作家さんの感想を書いたり、悩みに悩んでお土産用の本を選びます。私は最近ハマってる登山家さんの本とか、ジブリの制作の裏側についての本にしました。あとこのニア文庫オリジナルブレンドのハーブティーめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。来るよ。またね。お見送りの歌に半泣きになりながらニア文庫を後にしたら、エナで有名な老舗の和菓子屋さんに来ました。すごい上品で素敵なお店なんですけど、ラッキーでたまたま貸し切り状態でした。せやといえば栗きんとんなんですが、今は夏なのでかき氷を食べたんですけど、これもすごい美味しかったです。住み込みバイトでこの町に初めて来てからもう 7,8 年経つんですけど、毎回新鮮にいいところだなって思います。次は本を届けにどの町に行こうかな。